こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は人手不足化で注目される古くて新しい取り組みについてご紹介をしていきたいと思います。昨今のですね、人手不足というのは非常に深刻になっていると。またアンケート調査によりますと、今後さらに人手不足については、より深刻になってくるといった結果も出てきております。そんな中でですね、各社さんが取り組んでいる人手不足化における採用の改善活動、強化といった中にですね、アルムナイネットワーク、アルムナイ制度、アルムナイネットワーク、アルムナイ採用といったものがあります。今回ですね、アルムナイについてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、近年の人手不足の状況、そしてですね、今後予想される懸念について、まず見ていきたいと思います。そしてですね、今回ご紹介をする古くて新しいと言われるアルムナイ制度ですね、そしてそれに伴うアルムナイネットワーク、そこからの採用につなげるアルムナイ採用について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、昨今の人手不足の状況について見ていきたいと思います。帝国データバンクで出している2023年のデータになりますけれど、正社員および非正社員の人手不足の割合を示したものになってきております。コロナ禍におきましてですね、一時従業員正規非正規問わず休業という状況にありましたので、2020年、2021年あたりはですね、正社員非正社員の人手不足割合というのが急激に下がっておりますけれど、そこから新型コロナウイルス感染症が落ち着いてくるのとともにですね、徐々に正社員非正社員の人手不足の割合というのも上昇しているといった状況になっております。そして2023年のデータになりますけれど、正社員の人手不足の割合、ですね、正社員が不足をしていると回答をしている企業ですね、全体の 51.4%、そして非正社員につきましては 30.5% という形になっておりまして、正社員の人手不足、2018年の11月が過去最高ではあったんですけれど、もうそれに迫る勢いになっているといった状況になっております。正社員の不足につきましては、全会社の中でですね、51.4% が不足をしているというふうに回答しておりますけれど、その中で特にですね、旅館業、ホテル、そして飲食店といったのが高水準で正社員が不足をしている。また情報サービスですね、エンジニアに関しましても正社員が不足をしていると回答しているのが 74% といった形になってきております。最近はですね、街を歩いていると飲食店も人手不足によって営業時間の短縮、営業日の縮小といった形で対応しているところもちらほら見られるといった状況ではありますけれど、なぜこんなに人手不足になってきているのかといったところですけれど、やはり少子高齢化でそもそも働く人が少なくなってきているといったところになっておりますけれど、やはりですね、あとは求職者、求人側のですね、価値観のミスマッチといったところが非常に多く取り上げられるといった状況になっております。すなわちですね、労働者の価値基準が変化をしてきているので、そことマッチをした求人というのがなかなかマッチングしにくいといった状況になっています。すなわちですね、昨今の求職者につきましては、自己の価値観を大切にして働く方が増えてきているといったところになりますので、やはりですね、こういった求職者に対してそのニーズに応えられるようなさまざまな働きやすい環境づくりといったのが重要になってきて、そして構築するだけではなく、それを対外的にアピールをするというのも非常に重要になってくるという形になってきております。そしてこの人手不足においてですね、どのような形で企業は対応しているのかといいますと、やはりですね、一番多いのが賃上げといったところになってきております。大企業はですね、どんどん賃上げをしていくといった状況、それに伴って中小企業も負けじと賃上げをしていくといった状況ですけれど、やはりですね、賃上げにつきましても前年比でいきますと、2023年比で2024年は 4.5% 増の賃上げ額が約
約1万1900円という形ですね。そして前年比で1ポイントほど上がっている。ただですね、中小企業も頑張って賃上げはしているものの、やはり大企業比においてはそれを上回ることができないといった状況になってきているといった状況。そんな中でですね、やはり最近よく聞くのが人手不足倒産というところになってきております。人手不足倒産と一言で言いましても、人手不足倒産というのは人手不足関連倒産という言い方になりまして、大きく3つに分かれてくると。一つはですね、人件費の高騰型の倒産。そしてもう一つが従業員退職型の倒産。そして3つ目が求人難による倒産といったところになってきております。やはりですね、求人難による倒産というのがですね、2020年新型コロナウイルス感染症が流行したところもありますけれど、求人難による倒産というのはちょっと一時期減ってはいるんですけれど、2023年に関してはガンと増えているといった状況。それとですね、もう一つですね、人件費の高騰型、最低賃金の引き上げといったところになってきますけれど、どんどん国も大企業も賃上げをしていくという状況になっておりますので、人件費高騰型の倒産というのも増えてきているという形になっておりますので、やはり人手不足倒産ですね、この関連倒産というのは過去最多で158件という形で、2023年は倒産件数が発表されておりますけれど、今後さらに増えていく可能性が高いといった状況ですね。この中で各社さんどうやってまずは求人難ですね、従業員退職の倒産を避けていくかといったところになりますけれど、やはり今注目をされているのがアルムナイ制度と言われるものになっております。アルムナイですね。このアルムナイというのはですね、卒業生だとか同窓生というのを意味する言葉になりまして、企業においては退職した社員のことを指すというふうに考えていただければと思います。そしてですね、退職した社員の雇用の制度という形になりますので、いわゆる再雇用制度ですとかカムバック制度になりますけれど、こちらですね、退職者、離職者がいつでも元の企業に戻れる状態にしておく制度になります。多くの会社ではですね、この再雇用制度というのは入れている、と思います。実施率はだいたい70%ぐらい、7割ぐらいというふうに言われております。ただですね、この制度があるだけではなくてですね、これをもっと活用をしていこうという形の動きになってきております。やはりですね、このカムバック制度、再雇用制度、アルムナイ制度が注目される背景というのはですね、やはりですね、少子高齢化による労働力不足といったところ、そしてですね、中途採用がなかなか難しくなってきたといった状況になっておりますけれど、そもそも大きく注目されることになったのはですね、2022年の5月に経産省から出てきた資料になるんですけれど、この中の報告書の中にアルムナイネットワークへの取り組みというのが記載されておりまして、紹介されたのがきっかけになってきております。したがってこのアルムナイネットワークですね、各社さんこれについて対応強化をしているといった状況ではあります。そしてこのアルムナイ制度を活用したアルムナイネットワークですね、こちらはですね、退職者との新しい付き合い方というふうに考えていただければと思います。これをアルムナイネットワークというふうに言いますけれど、やはり退職してしまうともうそれで関係が切れてしまうといった状況ではありましたけれど、今後はですね、そういった受け身で辞めた方がもう一度就職をしたいよといった形で受け身的な再雇用ではなく攻めに転じてですね、そういった退職者離職者に対して採用活動を行っていくという形で、そういった活動がアルムナイ活動というふうに言われております。退職者のキャリアに関する話ですとか求人情報を提供していって個別に連絡を取っていく、そして退職者等をですね招いてイベント等を開催をしていくというような形で、退職離職者に対して自社の情報提供を継続的に行っていくのがアルムナイ活動。その結果ですね、一度自社を退職離職した人を再び採用をしていくというのがアルムナイ採用という形になっておりますので、こちらがですね今非常に注目を浴びているといった状況になっております。ではこのアルムナイ採用のメリットデメリットですけれど、このアルムナイ採用につきましては海外では以前からもうすでに実施をされているという状況ではありまして、特にアメリカなんかでですね多くの企業が元従業員との関係というのをずっと維持していて、会社によってはアルムナイプログラムなんていうのもあって積極的に進めていると。これはですねやはり企業の競争力ですとかブランド価値を高めるために非常に重要な取り組みとして位置づけをされているので、やはり広報 PR 活動
度の一つとしても使われているといった状況。そしてこのアルムナイ採用ですけれど、メリットとしてはですね、一度自社におりましたので、組織文化、組織風土等を理解をしていて、能力、ポテンシャルも把握をしているといったところになりますので、即戦力として採用ができるですね。あとは採用コストですね。あとはある程度能力が把握できておりますので、教育コストが削減できるといった状況。また自社を離職をして、多くの場合他社で働いているケースもあるかと思いますけれど、その他社での経験をまた自社でも生かすことができるといったところでメリットがあるというふうに言われております。ただですね、一方でデメリットですけれど、やはり大量採用には不向き、個別一人一人に対応していく、マンツーマン対応になってくる、ケースが多いので、やはり大量採用には向いていないといったデメリットもあるといった状況ではあります。そして最後に注意点とまとめですけれど、やはりですね、一度会社を退職した方を再度迎え入れるという形になりますので、やはりポジティブな退職であることが必要という形で、やはりですね、過去の経験や当時の印象というのが今後の再採用に、再雇用に影響してくるという形になりますので、円満退職で送り出しているということが非常に重要と。従いましてですね、心よい送り出しですね、退職と明確な受け入れ条件といったところが、アルムナイ採用のポイントになってくるといった形になりますので、やはりですね、退職をするときにですね、もう従業員の方に周知をしておいて、復職の条件等を明示をしておく、設定をしておくというのは非常に重要という形になります。アルムナイ採用ですね、自社が働きやすい雇用環境であるというのが大前提になりますので、まずはですね、自社の雇用環境の見直しから進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。